クラフター。その体、どうしたの？なんだよ。これ。これは、一体、とりあえず、起き上がって。体が、重い？ちょっと。無理はしない方がいい。しかし、この症状は、一体、何か心当たりみたいなものは、あるかい？いえ、特には思いつきません。目が覚めて、気がついたらこんな状態になっていて、私にも、何が何だか、さっぱりで。イユさんは、どこか体に異常はありませんか？私かい？特には、大丈夫だけど。それにしても、クラフターが訴えていた体の重みやだるさ。これは、この症状の前兆だった？いやしかし、こんなことがあり得るのだろうか。とりあえず、症状を確認しよう。少し触るよ。それはまずいんじゃ。私のこの症状は、得体が知れません。もしもこれが、皮膚感染を引き起こすようなものだったら、今度はイユさんがこんな体。言わないで。大丈夫。わかってるから。じゃあ、触るよ。痛みや、何か異変があったら、すぐ言ってね。はい。これって、皮膚が、変色してる？いや、変色というより、これはまるで、石化？石化？クラフター、痛みはあるかい？いえ。今のところは、逆に、感覚が、鈍い、ような気がします。イユさんが触ってる感覚、全くしなくて。そうか。どういうことだ？こちらもクラフターに触れてる感覚が、全くしない。これも、クラフターの身に起きてる症状の一つだとすると、一体、どういう状態なんだ？これは。イユさん。ごめん。少し考え事をしていてね。そうだ、他に体の異変は？そうですね。前にも増して、体が重いし、体に力が入りづらいです。それと、関節も動かしにくくて、少し、息苦しいかも。なるほど。体の重さや、関節の動かしにくさだけじゃない。感覚の鈍化、息苦しさ。何より、皮膚の石化。一体、この症状は？似たような症状を、どこかで。クラフター？どうしたんだい？私の体に起きている症状と、似たような症状を、昨日見つけた、書き置きナンバー10で見つけた気がするのです。書き置き、ナンバー 10？ はい。私もほとんど目を通せていないのですが、確か書き置きナンバー10に、この世界の症状、というものが書かれていて、その症状と、今の私の症状が、酷似しているような、ちょっと、大丈夫かい？これ式。大したことありませんよ。あった、これだ。この世界の症状について、体のだるさ、関節が動かしづらい、時々体に力が入らなくなるなどの症状が初期症状として現れる。その後、症状が重症化すると体のだるさも増し、関節もさらに動かしにくくなる、肌が石のように変色、石化といった症状が見られる。息苦しさ等の症状も見られ、だんだん体に力が入らなくなる。最初はただの疲労だと思っていたが、どうやら違うらしい。これも世界の構築と何か関係があるようなことをあの子は言っていたが。しかし、どうしたものか。私はまだ軽度の症状しか現れていないが、あの子の容体は重症化している。どうやらこの症状の進行速度にも個人差があるようだ。私たちの考えが正しければ、この症状を治癒できる可能性のある薬が必ずこの廃墟世界のどこかに存在するはずだ。いや、正確には薬本体ではないが、それにもしも薬を入手することができれば、亡くなったと思われていたアイテムたちも、なくなったのではなく、きっと、あの子の容体は悪化の一途をたどる一方だ。一刻も早く薬を探し出さなければ。この世界の症状？薬？一体、何のことを言っているんだ？しかし、この書き置きに書かれている症状と、
私の症状は、酷似しています。確かにそうなんだ。となると、君のその症状を治すには、ここに書かれている、薬、を見つける必要がある。しかし、今まで廃墟世界を探索してきましたが、そんなもの、ありませんでしたよ。私も薬なんて、見当がつかないよ。しかし、薬があるとしたら、まだ探索していないエリア。最悪、廃墟群エリアを越えた先にある可能性。ねえ。イユさん。なんだい？そんな都合のいいものが、本当にあるのでしょうか。それこそ、もう書き置きの人物たちが薬を回収していたら、いや、その可能性の方が高い。そんなの、私にもわからないよ。確かに、もう書き置きの人物が薬を回収した後かもしれないし、そもそも薬なんて存在しないのかもしれない。だけど、何もしないで、諦めるようなこと。いや、そんな顔、しないでよ。なーに、心配いらないさ。私が必ずその、薬とやらを、探し出してみせるからさ。だからもう、そんな顔しないでよ。ね？探し出すって、もしかして、これから探しに行くつもりですか？そんなの、危険ですよ。大丈夫さ。夜も明けたばかりだし、こういうのは早めに行動した方がいいだろう？それに、日が沈む前には、一度ここへ戻ってくるから、そんなに心配いらないよ。イユさん。その代わり、私が薬を探しに出てる間、体をちゃんと休めて、安静にしておくんだよ。本当に、ありがとうございます。こんな大変な状況なんだ。こういう時こそ、お互いに助け合わないと。それにね。いや、なんでもない。それじゃあ、行ってくるね。お気をつけて。イユさんが最後に言おうとしていたこと。一体、何だったんだろう。すごいんだ、ここ。いろんな本がたくさんあって。なあ、来てよかっただろう。ああ。例えばこの本、アンプリファイドや、スーパーフラットっていう、通常なら、見ることのできない地形のことが書かれていたり、こっちの本には、見たこともないアイテムのことが、たくさん書かれているんだ。お前さんが楽しそうで、俺も何よりだ。特にこの本に書かれているやつ、数年前に実在したブロックらしいんだけど、実物を見ることができた。すごい。なるほど、こういう作りになっていて、ふむ。コアの部分がこういう風になっているから、エネルギーを効率よく蓄積、一気に解放させることで、周りに別の世界のブロックや、あれ？でもそうなると、ここのパーツは何の役割を？制御機関かな？ねえ、どう思う？いやー、俺に聞かれてもな。俺はフラット関係にも疎いし、小難しい話もわからんからな。でも、もしこのブロックの技術を改良して、応用できれば、私の夢も。そうだ、お前さん、名前は？私かい？エル、ウィターシャだ。ここにもそれらしいものはなかったな。確かにクラフターが言うように、薬なんて本当に存在するのかな。いや、クラフターに諦めるな、なんて言っておいて、私がそんなことを言ってどうする？でもなぁ。なんというか、タイミングが良すぎるというか。はぁ、結局のところ、私は、今日は、もう日が沈みそう。この辺りを軽く探索したら、今日は一度戻ろう。なんだろう。あれ。もしかしてこれ。いつの間にか、寝ていたのか。それにしても、また変な夢だったな。体が重い。眠る前よりも、悪化しているような。あれ、イユさんは？そうだ。薬を探しに行ってもらってるんだった。薬。か。
そういえば、薬のことに関しても、気になることがあったな。そもそも薬とか、この世界の症状って何なんだ？書き置きっと。何か見落としている箇所はないかな。私たちの考えが正しければ、この症状を治癒できる可能性のある薬が必ずこの廃墟世界のどこかに存在するはずだ。いや、正確には薬本体ではないが、それにもしも薬を入手することができれば、なくなったと思われていたアイテムたちも、なくなったのではなく、きっと。ここの部分、何か引っかかるんだよな。薬本体じゃない？なくなったと思われていたアイテムたち？なくなったと思われていたアイテムたちって、多分書き置きナンバー3で書かれていたやつだよな。なくなったと思われていたアイテムたちも、なくなったのではなく、って書かれているってことは、そのアイテムたちの行方が、ある程度見当ついたってこと？でもなんで薬が手に入れば、アイテムの行方に繋がるんだ？そういえば、書き置きナンバー9にも。しかしそうなると、なくなったと思っていたアイテムたちは、もしかして、書き置きの人物たちは、なぜ、アイテムの行方に気づいたんだ？確か、その前に、あの作業台について言及してたっけ？記憶はなくしたが、知識は失っていない。形は違えど、あれは作業台の一種だ。私のクラフターとしての勘が、そう言っている。そうだ。イリュさんと出会ったばかりの頃、イリュさんもアイテムがなくなったとか言ってたっけ？もしかすると、それもこのことと関係しているのかな？あれ、だけど、そのことと薬との関連性が見えないぞ。なんだろう。空回りしているような、この感じ。けほ、はぁ、少し、頭を使いすぎたかな。確実に、症状が悪化してるな、これ。しかし、寂しいというか、怖いなぁ。一人になった今だから気づけた。人間、一人ぼっちで、先が見えないと、こうも恐怖を感じるものなのだと。ここはどこなのか、自分が誰なのかもわからず、お先真っ暗な状態だったのに、今までよくやっていけてたよな。私の名前はそんなポンコツを見るような目で、私を見それはそうだろうね。あの暗号の解き方だよ。やったー。君は強いね。ああ、そうか。頭では分かっていたつもりだったけど、私は本当に、今の今まで、イリュさんに支えられていたんだな。今まで、そばで支えて、あれ？誰かに、似ているような。あ、そうだ。そろそろ日が沈んで、イリュさんも帰ってくる頃かな？外の空気も吸いたいし、外に出て、時刻を確認しよう。立てるかな？よいしょっと。やっぱり無理そう。壁につかまりながら、慎重に。はぁ、きついけど、無理をすれば立てなくはないな。壁を伝って、ゲートのところまで。はぁ、外に出るだけでも、一苦労だな。さて、今はだいたい夕方くらいか。夜？どういうことだ？だってイリュさんは、まだ戻ってきて、月の位置は、あそこか、ということは、今はだいたい夜の12時、で、日が沈んでもう6時間も経つじゃないか。まさか、イリュさんの身に何かあったんじゃ。ただでさえ何が起こるかわからない廃墟世界で、夜になって、敵モブもうようよ湧いている状態。インベントリー。やっぱり、武器や盾は私が持ってる。ということは、イリュさんは何も持たず、一人で、助け、体に、力が、こんな、時に、こんなところで立ち止まってる、場合じゃない？早く起き上がって、イリュ
ダメだ。体に力を入れても、起き上がれない？ああ。私が言ったところで、何にもできないじゃん。そうだ。そうだよな。それに私だって、危ない状態なんだ。そんなリスクを負うくらいなら、イリュさんを信じて、ここで帰りを待とう。そうだ。もしかして、薬探しの途中で夜になって、足止めを食らっているだけかもしれない。そうだ。そうに違いない。なら朝になれば、きっとクラフター。イリュさん。今のは、幻聴？私のために、危険を顧みず、頑張ってくれてる人がいるんだぞ。何弱音を吐いてんだ私。腹をくくれ、いつまでも下を向いているな。何が体が重いだ、何が手足に力が入らないだ。死んででもありったけの力を手足に込めて立ち上がれ。この状況でイリュさんに何かあったのは明白だろ。当たり前の現実から目を背けるな。私が言ったところで、何もできないってことくらい、自分が一番わかってる。けどこんな体で一人になったから気づけた。イリュさんと出会う前、自分が何者なのかも、ここがどこなのかもわからず、敵モブに襲われ、不安と恐怖でいっぱいだった私が、いつの間にか不安も恐怖も感じず、この世界を、楽しんでいたのはなぜだ？彼女がいつも、そばにいてくれたからだろ。人は怖い時、不安な時、誰かにそばにいてもらえるだけで、それだけで、希望を感じられるんだ。たとえそれが、問題の解決に繋がらなくても、ただ、そばにいてもらえるだけで。だから、今度は私が、彼女のそばに、